今回内観ワークショップはどういうような目的で来たんでしたっけ？でも本当に思い出せなくなるんですよ、ね。本当すごいすごい。本当にいや散々すごい重い。見なきゃ思い出せない。ちょっと面白い。相手にとって自分がつまんない人間なんじゃないかしらって、そのどうしよう飽きられちゃうんじゃないかしらって、ものすごい自己価値が低いところからスタートしてる。私人生でしたことない経験なんですかって言ったらリラックスですって言ってたぐらい、なんでこんな怖がるの？そこを考えていただいて。スピリチュアルとかも万人に分かりやすく、その万人に共通するシステムを教えてくれるけど、じゃあそれを自分に当てはめた時に何が出てくるかっていうのって、自分の足でじゃあどうやって組み立てていくんだっけ、あなたの場合はっていうのを一緒にやってもらったっていうのが一番釈然とできた要因ですね。本当にあぶり出してもらうのを一緒にやってくれて、そしたらすごい合点がいくじゃないですか。あ、そういうことだったんだって。だしそれはもう体で自分がすっきりするの分かるから、あ、そういう言語化が欲しかったんです私みたいな。私はものすごくロジカルに理解したかったので、それがヒットしたんですよ。なんかちゃんとこうただ感じてとか、感じたらいいんだよ、だとやっぱ私にとってはそれは納得する説明ではないから分かるけど、やっぱり目的に合致してた。もう超合致してました。それはよかった。超合致してました。本当にありがたいですよ。本当に。相手にとって自分がつまんない人間なんじゃないかしらって、そのどうしよう飽きられちゃうんじゃないかしらって、もうすごいものすごい自己価値が低いところからすごくスタートしてるで自覚はあったので。これどうしてなくなるんですかこれ。そう特別なんだからって言ってほしいんですよ。特別なんだから、だから安心したいんですよ私多分。なんでそうここまでね論理的に見てれば、やっぱりいつもなんかこうでなきゃっていうのが結構物心ついてない時はなかったです。ない時ないんですよ。だから私人生でしたことない経験なんですかって言ったらリラックスですって言ってたぐらい、意味がわからないんですよ。どういうことなのか。そんななんだ。それってでもここ降りたらまた戻っちゃわないんですか？そうなの、もう変わるって決めたの私。もうだいぶ前。過去のやっぱりあれに引っ張られるんですよね、すごい。そうだ、変わっちゃう可能性がある。ちゃんとやるとね。ちゃんとやる。本当何しに来たんだろうなみたいな、生まれて。そんなこと考えたりする。もうずっとです。それはいいですね。一生なんかそのことしか考えてない。すごくいいですよね。これ何のために生まれてきたのかも、もうはっきり言って何がしたいのか分かんない人がこれに気づくの難しいですもんね。だからここがやっぱり考え方の癖として、自分の心を見ていない。そういう時が幸せだということも分かって、そういう時に行った時に私は目的に沿ってる感じになって解が起こってくるなっていうのが分かった時に、そうは言ってもガラスの壁出ますよねって例えばなったとしたら、ちょっともったいないじゃないですかこれ。あんなにつまんないこと言ったのに平気なんだってなれば、もう次から別にネタ考える必要もないよね。何言っても別に大丈夫でしょってなるから、むしろそっちの方が早道。トライしてそっちが最悪でしたって言うんだったらまだ生きにくいのかなと思ったんですけど、その時やったのさ、いやいやいややるわけねえでしょみたいな感じでしょこれ。もうだから意味わかんないんですよ。だってこっちに行きたいのはもう分かってますで言ったらさ、いいやいやいいやいやいやとか言ってこっちで言ったら、そっち何それ快適なさ不快ですよって言ってるんだよ。だからだいぶおかしいでしょこれ。あんたはおかしいんじゃないかっていう行動をずっとやってるけど、でもそうは言ってもこっちがみんな怖いっていうのは働くんですよ。だから結局こっちの線だからそれ取りやすいんですよね、選択としては。なんで怖がるんですかね。そうだからもう不思議でしょこれ。行きたいとまで言ってるんですよ。なんで怖がるの？そこを考えていただいて、どう考えてもおかしいじゃないですかこれ。もうだって頭おかしいじゃないですかこんだけ揃ってるのに。これは肩が浅いから矛盾に思ってしまう人間のミスです。だからそういう言い方私もしないから大丈夫って思えれば、その壁いらなくないですか？いらない。そう本当いらない。ついに本当いらないんだ。何それ。すごいです。進んでる。いや持っちゃうんですよだったのが、ついに本当いらないんだと思って。マジいらない。すごいね。これは面白いな。例えば邪魔されるっていうのは自分がやりたいと思うことと違うことされてるからみたいな。ここから離された時に
ちゃんとこう湧いてるから簡単分かりやすいそういう感じになってますね。なんかやりたいからやってるだけで多分そこはもうしょぼんの代謝にそもそもならないだろうなっていう感じしますね。今なんかちょっと考えるともうなんか前とこう噛み合わないから、前だったらしょぼんとするデータを今見たけど、あれちょっとよくまだあんましょぼんとしねえなって私すごいそう向きになってやっぱりやってたから。今回内観ワークショップはどういうような目的で来たんでしたっけ？でも本当に思い出せなくなるんですよ、ね。本当すごいすごい。いや散々本当。思い出。はい。散々なんかみんななんか自分の経緯みたいなところからなんか何十年越しでずっと考えてた、ね、その自分の苦しみからの脱出みたいなのの最終の仕上げできたんですけど、なんか思考ができない感じですよね。もう何が忘れ気味なんですよ本当に。面白何を乗り越えられなくってきたんだったっけ。これみんなも見てて面白いけど結構ね、いやみんな忘れてくるから今となってはだって見なきゃ思い出せない。ちょっと面白い。何がしたらいいのかわからないとか。そう自分つい人に壁を作ってしまうとかいろいろ言ってましたけど。そう思い出した。じゃあ目標は達成されたんですね。いや面白いですね。で私はものすごくロジカルに理解したかったので、それがヒットしたんですよ。なんかちゃんとこうただ感じてとか、感じたらいいんだよ、だとやっぱ私にとってはそれは納得する説明ではないから分かるけど、それまでいろいろ散々感情に振り回されてたから、そんなのに浸ってたら逆に危ないことになっちゃってそれで切ってみたと。そしたら目的に合致してた。もう超合致してましたそれはよかった。超合致してました。もうなんか長年やっぱりその感じも考えない、もう体は知っているから感じてそのままで動いていって、それができないから悩んでんだろうかみたいなところを全部思考をヘルシーに使っていくって、なんでヘルシーに使えなかったかって言ったらやっぱ感情にもうすごい風に引っ張られてるからなんですよ。でもそれがサインだってことも分かってるけど、じゃあ不快なのは分かるって。でその言った通りじゃあどっちに倒れていいかがやっぱりやり方はよく分かってないから、見出せてないっていうのをじゃあ自分の基準としての回ってまず今見えてるの何なんだっけってたくさん嫌な思いしてって、でだから一緒にあぶり出してもらうのを一緒にやってくれて、そしたらすごい合点がいくじゃないですか。そういうことだったんだってだし、それはもう体で自分がすっきりするの分かるから、そういう言語化が欲しかったんです私みたいな。そうですよ。いやさあそういうヒントはとりあえず出てるとして、さあどうしますかってだけじゃないですか。そうは言ってもガラス外せませんっていうのが例えば1日目で、1日目のままずっといくと別にだから何も変わらないんだけど、さて2日目とかでなぜ実はそもそもガラスの壁を掲げるのかっていうのをちゃんと考え出すと、むしろ意味なくねっていうのが自分で勝手が言っちゃえば持つわけないじゃないですか。何持ってたんだっけぐらいにもう忘れちゃうまでいくじゃないですか。いやそうなんですよ。だからそこが考え方が確かに難しいんだろうなと思います。そうですね。そこが分かれば、その無理してね怖くて外すの怖い無理して怖いなんか外してますとかじゃなくて、外しててもなんか持ってる意味ねえじゃんっていう風になるから、だからその昨日もなんか言ったと思うんですけど、だから心が折れないですかみたいなやつとかさ、なんかその頑張ってやってるとかじゃなくて自然とそうなっちゃうからって言ってた意味がだから分かったんじゃないですか。そうですね。と思ってたぐらいかと思ったらもう忘れてんだからもう相当いいですね。誰が思ってたんですかね。そういう人いたんです。そう、確かに今なら下ろせるかもとかじゃなくて何の話ですかみたいになってるんだからそれは素晴らしいですね。じゃあこれから人生楽しくやっていけるといいですね。そうですね。本当やっていくしかもうない。そういろいろまたやってみる。その説明が欲しかっただよって感じでした。そうでしょ。そう一番最初のスタートラインはやっぱりそれが私が1対1を求める理由で、スピリチュアルとかも万人に分かりやすくその万人に共通するシステムを教えてくれるけど、
じゃあそれを自分に当てはめた時に何が出てくるかっていうのってやり方はまだよく分かってない時ってやっぱできなかったんですね自分には。だからこれかなあれかなとかはあって、そうやって模索して建設的に進んでいければよかったんでしょうけど、なんかやっぱりそうじゃない方にずっと浸ってきたっていうのもあって、もう足が絡め取られちゃってたからできないってなった時に、そのガッサーってそれ全部一緒に外して、自分の足でじゃあどうやって組み立てていくんだっけっていう、あなたの場合はっていうのを一緒にやってもらったっていうのが一番釈然とできた要因ですね本当に。お疲れ様ですって感じで本